いや嬉しかったです、本当に。それはもうで、特に田辺さんがね、最後、チームの、代表として、表彰台に上がった時は、もう多分日本人全員が目頭熱くなったと思うんですけど、田辺さんもね、いろんな、F1 にすぐ行ったからといってね、すぐにそのパフォーマンスが出せるわけではないですし、ある意味、田辺さんだけのもちろん力ではなくて、桜研究所、栃木のね、スタッフたち全員のね、力、そこを、チームと一緒にやっていくという、そういう、モータースポーツの難しさがありますから、それをやり遂げた、田辺さんをね、表彰台で頂点で見れたっていうのはすごく嬉しかったですね。なんだろうな、僕としては本当に田辺さんだったらもう何でも言えるし、何でもリクエストできるし、全体としてこういう方向性にしてほしいとか、ホンダとしては今どれぐらい力を入れてこっちに持っていきたいっていうのを田辺さんはよく教えてくれたので、そのあたりはもう本当いい、なんて言うんでしょう、パートナーであり、も先輩でもあり、なんかすごく心強い存在でしたね。第2期 F1 の時は僕はほとんどもちろん知らないわけですけども、第3期の田辺さんっていうのはもう本当にレースエンジニアとしてもつきっきりだったんですよね。で直接僕がやり取りしてたのは当然長谷川エンジニアだったんですけど、もう2人はね、本当にその当時の F1 エンジン、現場での F1 エンジンっていうのも知り尽くしていたので、リクエストもたくさんしましたし、特に僕の方は、苦しいレースがついてたんですね。原因不明のトラブルが多くて、でそれを解明するために、栃木研究所の方で、ありとあらゆる、その再現をするわけですね。コース上でなんで壊れてしまうんだ、である一定の回転数というか、エンジンが嫌ってしまう回転数があるんですけど、そこをなるべく使わないようにするにはどういうふうなシフトパターンにした方がいいとか、そういうのを2人というか、3人でね、よく話してましたね。でなんとかしたい、全く同じエンジンなのになんで僕の方だけトラブルが出るんだみたいなのがあったので、それを一生懸命田辺さんと長谷川さんがね、栃木研究所のスタッフたちと一緒に、原因究明をして、最終的にはね、素晴らしいリザルトも2004年っていうのは得られたと思いますし、一緒にやってきて本当に良かったなと思いましたね。物腰はすごく柔らかくて、で本当に気さくに何でも話せるエンジニアなんですけど、やっぱり持っているものはすごく熱いですよね。で勝利への、執念というか、やっぱりホンダである以上勝つっていうね、その意思をすごく、強く感じている方だと思います。なので、僕もその北米でも一度ね、一緒にやらせてもらって、インディ500の挑戦をずっとやってきて、ついに自分としては7回目の挑戦だったんですけど、2017年にね、勝った時っていうのはもう田辺さんもね、本当顔ぐちゃぐちゃにして喜んでくれたし、2人で本当にここまでね来たよねっていうのがありましたね。自分はもう本当に87年の第1回ですね、鈴鹿サーキットで行われた、最初の日本グランプリに行って、そこでもう本当に衝撃を受けて心を奪われて、それからもうその F1 だけを目指してやってきましたから、とはいえ87年から、実際にそのレースの世界に入るには10年間僕の場合はね待たなきゃいけなかったんだけども、それをその同じ鈴鹿サーキットでレーシングスクールでね、そこを卒業して、で一番最初に僕らのパイオニアとして中島悟さんがねホンダパワーでドライブしてくれて、でその後を追うように僕はね卒業生として、世界に行ったわけですけど、イギリスに行ったっていうのも当然 F1 を考えてましたから、自分の中でも本当に F1 が全てでしたね。でここの後ろにあるねイエローのジョーダンホンダで、デビューできて鈴鹿に戻ってこれたっていうのも自分にとって本当に特別でしたし、夢をずっとなんていうんですかね、追い求めてがむしゃらに走ってた、それがもう僕の中での F1 ですから、本当にね当時自分にとっては全てだったと思いますね。魅力ですか。どうだろうな、同じ日本人としてね、やっぱり世界頂点を目指す、そういう志す、同志ですから、無条件に
非常に誇らしく感じますよね。自分も常に胸にはホンダのね、ロゴというかバッジをつけてここまでレースをやってきてますけども、本当に苦しい時期も経験しましたし、F1 でのね、例えば予選でフロントローでねミハエル・シュマハと並んだりフェラーリとやり合ったり、その中で表彰台もね経験することができて、勝つことはできなかったけど、その後インディ500でね、世界の頂点をホンダと共に取れたっていうのは自分にとっても本当に特別な思いで、それを全てホンダと一緒にねやってこれたっていうのは自分にとってもすごく光栄だし、大変誇りに思ってます。ホンダ、そうですね、ホンダだけに限らず全てのレースおよびコンペティションに携わる者はみんな同じ気持ちだと思いますけど、でもやっぱり、本田宗一郎さんがね世界に出てってナンバーワンだっていう、そこを目指したっていうのは、特にホンダのに関わる人間としてはみんなそれをやっぱり自分の中に持っていると思うんですね。ですから、一切妥協しない、ね、頂点を目指してどんな状況でも絶対にできるんだっていうふうに信じて挑戦を続ける。これはもうホンダだけではないです。でも、自分としてはそのホンダ色って言えばやっぱりそこだし、ナンバーワンになるためにありとあらゆるリソースを使ってね、で夢を実現してしまうっていうのがホンダなのかなというふうに個人的には思いますね。